高知県民が愛してやまない果物がある。美味しさにびっくりして、で去年初めて食べたんですけど、もうめちゃめちゃハマってて、特にこの子がハマってて、食べるの大変なんですけど、なんかその達成感でめっちゃ美味しいみたいな。特有の香りもありますわね。で酸味と甘みと、それが文旦。直径10センチを超えるものも多い大型の柑橘類で、高知では果物の王様と呼ばれている。そんな文旦、実は今こんな方たちが注目し始めているんです。それがミシュランシェフをはじめとする東京の料理人たち。苦みと甘みと、酸味と文旦の、絶妙なバランスがあります。そのさっぱりとした味わいと、もちろん甘みもあって、でちょうどいい酸味もあって、最初出会った時本当に、嬉しさとワクワクとっていう感じです。一流シェフたちをも虜にする文旦の魅力と、彼らが生み出す驚くべき文旦料理とは。植えられたのは戦時中なんで、だけどこれからもまだ元気でしっかり実をつけてくれてるので。高知の文旦はこの一本の木から始まった。高知県民も知らない文旦の歴史とは。この時期旬を迎える高知の果物の王様、文旦。高知県は文旦の生産量が日本一、シェア 95% を超える。味の特徴は、文旦の場合は苦いっていうのが先に来るんですよね。で、苦くて美味しいって食べ物ってなかなか珍しいと思うんですけれど、そう、なんといっても文旦の特徴は上品な甘さの中にほんのりと感じられるその苦み。これが他の柑橘類では味わえない独特の風味を醸し出しているのです。ここ土佐市は文旦の県内生産量のおよそ5割を占める一大生産地。文旦には主に山の斜面などで露地栽培され、今が最盛期の土佐文旦。寒さに弱くハウス栽培され、秋に旬を迎える水晶文旦の2つの品種が、今回は甘みと苦さ、独特の風味が味わえ、今旬を迎えている土佐文旦の秘密に迫ります。土佐市で3代にわたって土佐文旦を生産している青木修正さん。今年の出来ってどうなんですか？今年は大きな災害もなくって、台風もなくって、生育環境すごい良かったですよ。それあと9月 10月と乾燥続いて、それで水分ストレスかかって糖度も平年よりは高めに仕上がってます。じゃあ今年の文旦期待していい？楽しみにしてください。はい。甘さの秘密はこの険しい傾斜地。雨水がたまりにくく、土壌は乾燥しやすい。水分不足という厳しい環境に置くことで糖度が上がり、甘く育つ。さらに土佐文旦ならではの栽培方法は他にも。柑橘類の研究を行う高知大学の沢村教授に尋ねると、実は文旦というのはいわゆる自家受粉しても実がならない。でそのために他の種類の柑橘の花粉をつけてやらなければ、いわゆる人工受粉してやらなければ実がならないんですね。実は文旦同士の受粉では果実が実らず、柑橘類の他の品種の花粉を人工受粉しているのです。主に使うのは日向夏の花粉。そうすることで美しく大きな実をつけるんだそう。そして受粉作業はすべて手作業。一花一花受粉を行っていくのです。そうしてようやく実をつけても、今度は一本の木に実が多すぎると果実が大きくならないので、美味しく育つ実を見極めて間引く必要も。まるで我が子を育てるように手間暇かけ育てていく土佐文旦。そして12月収穫が始まります。
すっごいいい香りがしてうんそうですね。こうやってね香りが出だしたらもう分担仕上がってるという。箱に詰めるでもなく大量の土佐文旦を一箇所に集める生産者さん。これは一体？これって今何をされているんですか？これはね農学いといって出荷が大体2月頃から始まるんで、それまでここで文旦を寝かしてるところです。寝かせると今ちょっと酸もあってちょっと果肉も硬いんですけど、それが和らいで食べやすくなるんです。美味しくなります。収穫したら外で寝かす野囲いをおよそ2ヶ月行い、ようやく出荷され店頭に並ぶのです。まさに箱入り娘のような土佐文旦、高級品だと1箱およそ7000円を超えるものも。この後は土佐文旦はこの木から始まった、その知られざる歴史とは。生産者の青木さんが貴重なものを見せてくれました。この木が80年になります。80年80年です。1943年に植えた木になります。植えられたのは戦時中なんで、寿命がありますよね。だけどこれからもまだ元気でしっかり実をつけてくれてるので、どこまで伸びるか、ね、楽しみですね。土佐文旦の木は寿命が長く、戦前に植えた木がまだ現役で実をつけているんです。文旦が日本にやってきたのは江戸時代。マレー半島やインドネシアが原産と言われていますが、詳しいことは分かっていません。そして高知に伝わってきたのはおよそ90年前。出発は高知県の今の一茂県上に一本の木があって、そこから接ぎ木をして増やして、でそれは高知県だけが広がっていた。全国生産量の 95% を誇る高知県ですが、1930年頃に果樹試験場に持ち込まれた1本が派生し、高知を文旦の一大産地にしたのでした。今回貴重な写真を見せてもらうことに。こちらが始まりの1本。甘くてほんのりとした苦みが特徴の土佐文旦。最近こんなことも分かってきたのです。土佐文旦を食べられた時、少し苦みが感じられると思うんですが、それはナリンギンに基づくものなんですね。でナリンギンというのは酸化を抑制する抗酸化作用と、であるいは脂肪の分解を促進するいわゆる抗肥満作用、そういった作用もあるということが知られております。栄養価も高いことが分かった土佐文旦。しかしこんな現実が。よく食べてました。私もでも自分で剥くのは嫌です。めんどくさいからだからなんか硬そうで、触った感じ硬いんですよ。普通のオレンジとかと違うんで、めんどくさいです。おばあちゃんとかに剥いてもらうとかしてます。とにかく皮が厚く剥きづらい。そのため若者が食べるのを敬遠しているという。そこで土佐文旦アンバサダーの松田雅子と申します。土佐文旦アンバサダー？とにかくここに切れ目を入れます。赤道向きと言っております。赤道向きとは？売り切れることが多い。結構並ばれる方が多いんで。高校生が作った超人気文旦商品とは？今回の奇跡の美食学は、高知県民が知らない愛する土佐文旦のために奮闘する人々の物語。土佐市、ここでは県内のおよそ5割の文旦を生産。すっごいいい香りがしてそうですね。香りが出だしたら文旦仕上がってるという。
12月下旬から1月に収穫。まさに今が食べ頃。一粒一粒が大きくプリッとした小さな実が口の中で弾け、上品な甘さとほんのりとした苦みが広がるのが特徴。そんな他の柑橘類では味わえない土佐文旦の味に魅了されたパティシエが。フルーツでこう普通甘いっていう表現するじゃないですか。だけど文旦の場合は苦いっていうのが先に来るんですよね。で、苦くて美味しいって食べ物ってなかなか珍しいと思うんですけれど、分厚くて苦みを生み出す皮、そこに注目した笹垣シェフは皮の中に蜂蜜を塗りスイーツの容器に。文旦が持っているその苦みが生クリームだったりとか小麦粉だったりとか卵だったりとかっていうものにすごくこう相性がいいというか、その負けない香りとか味わいがありますので、お菓子にはすごい適してると思いますよね。皮を丸ごと使った苦みと甘さが絶妙にマッチする土佐文旦のグラタン。他にはないフルーツだと思います。土佐文旦の美味しさは高知県内だけではなく東京でも。こちらは東京世田谷にある人気パティスリーアンフィニ。この実のしっかりとした質感とプリプリっとした食感も、存在感もあって、でなおかつキラキラ感ですか。最初出会った時本当に、嬉しさとワクワクとっていう感じです。金井シェフが注目したのは土佐文旦のプリプリとした実。紹介で土佐文旦と出会い、その魅力にはまり、今では自ら高知に出向いて直接生産者さんとやり取りをしているんだそう。そして生み出したのは果肉の独特な食感を生かしたこちら。さらに東京二子玉川にあるイタリアンのリストランテイルンガ。イタリアのミシュランで日本人初の一つ星を獲得した堀江シェフが考え出したその料理が、うさぎのレバーのソテーになんと土佐文旦。苦みと甘みと、酸味とその辺のバランスですよね。ピールをやはりどうやって使っていくのか、そういったところでいろんな可能性を持った、食材だと思います。東京の人気シェフがこぞって使う土佐文旦。しかし地元高知ではある問題が。でも自分で剥くのは嫌です。人が面倒くさいからだから人が剥いてくれた文旦はめっちゃ好きです。美味しいね。おばあちゃんに剥いてもらって。はい、おばあちゃんかお母さんに剥いてもらってしか食べたことないですね。いや文旦美味しいけどね、なかなか剥ぐのが難しい。こうやって剥いでくれるやったらなんぼでも食べれるのにっていうのは、高知県人らしいね反応ですよね。はい、とにかく剥きづらい。そのため若者たちの文旦離れが加速しているという。それを食い止めようとしている人々が。土佐文旦アンバサダーの松田雅子と申します。土佐文旦アンバサダー。土佐文旦アンバサダーとは土佐文旦の魅力を広める方々。とにかく文旦が大好きなことが条件。そんな松田さんが伝えていることとは。私がいつも向いてる、文旦ムキムキを紹介させていただきます。癒されて、もう日頃すごく日中が忙しいので、癒しの時間というかクールダウンの時間になっております。ものすごくよく眠れます。はい。土佐文旦アンバサダー松田さんが教える超簡単文旦ムキムキとは。私はここの皮むきのところはシトラスピーラーっていうのを使うんですけれども、包丁でも構いませんし、とにかくここに切れ目を入れます。赤道向きと言っております。赤道向きですね。それからこの柄のところをぐぐっと
こへ差し込みます。これはスプーンの絵とかフォークの絵でも大丈夫です。で、私はちょっと腹筋使いますね。腹筋を使って回します。これがですね、もう簡単にぐる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 パカッ。超簡単に剥けた。そして一房ごとに分けますが、ここでさらなるポイントが。分けたら30分1時間乾燥させます。乾燥させると剥きやすくなります。もう何よりここがひっついてこない。この白い皮がきれいに剥けるというのですが、ほら、だいぶ乾かすとだいぶひっつかないんですよね。確かに白い皮が身につくことなくきれいに取れています。そして剥いた身は、せーの、パカン。サプライズ分担としてどなたかに差し上げると非常に喜んでいただけます。これは映える。このサプライズ分担、 SNS にアップする若者も増えているんだそう。一方、生産者も積極的にこんな動きを。一番大きなイベントとしては分担祭り、これ3月の第1日曜日を、通年行っていますけれど、県内外の皆さんに、旬の分担を食べていただこうという催しです。分担の季節っていうのを皆さん感じていただけたらなと思ってやっています。こちらの白木さんも分担の魅力をアピール。いろんな分担類を、今でいうと35種類ぐらい栽培、うちで私が栽培してるので、それの全部集めてね、食べ比べ会をみんなでカットして味見をしてもらって、分担類の紹介なんかもさせてもらって、歴史も紹介してというのを組み合わせた形でそういうイベントをやってました。若い生産者も負けていない。何か新しいことしないと今の現状は変わっていかないなと思って、栄養機能食品ビタミン C っていうビタミン C の栄養素こういうふうにありますよっていうのを紹介できるっていうのがあったんで、それちょっと取り組んでみようと思って、分担はビタミン C がある栄養機能食品ですよっていう紹介できるようになりました。さらに、こんにちは、よろしくお願いします。南国市にある高知農業高校。なんと生徒が土佐分担であるものを作っているという。こちらの高校の果樹園から分担を取って、それで分担のシラップ漬けという缶詰を作っています。美味しいんですか？はいはい、美味しいですそう、こちらの高校では分担の缶詰を生産していたのです。文化祭などで販売すると、並んだりするんですか？結構並ばれる方が多いんで、売り切れることが多い。超人気の分担缶詰、作られたのは15年前。皮を剥くのが難しく面倒、なんとかしようという思いから生まれたもの。栽培、皮むき、すべて生徒たちで行います。味付けもいろいろ試した結果、甘みを加えることで分担の旨みがより引き立つと考え、シロップ漬けに。2011年には高知県地場産業大賞次世代賞を受賞しました。またこの伝統が次の世代にまた受け継がれていったらなとは思います。高知県民が愛してやまない土佐分担。一本の木から始まったその味は進化をしながら次の世代へ受け継がれています。